どうも東海釣り三昧です。というかはじめまして、東海釣り三昧と申します。この度おかげさまでね、東海釣り三昧のチャンネル登録者数が1万人を超えました。ありがとうございます。チャンネル登録のねボタンをねポチッとしてくれた方、あとねいつもコメントくださる方と、コメントしてくれた方で、そしてねこれを見てくださってる方のねおかげで、ここまで続けてくることができました。本当にありがとうございます。これからはね顔を隠さずにやっていこうかなと思います。まあ今まで通りなんですけど、今後ともよろしくお願いします。はい、ということでね、今ここはね西の浜に来てるんですけど、実はねもう早朝っていうか夜中のうちからねずーっと釣りしてて、で釣れたのがメバル1匹、フグ1匹嘘でしょっていうぐらい魚が釣れなくて、でメバルはねこの投げ釣り、電球機の投げ釣りで初めて釣れたのですごい嬉しかったんですけど、ちょっと動画にするほどの超過ではなかったので多分お蔵入りになっちゃうと思いますが、彼をねここで狙ってみたりとか、キスをね表の方に探りに行ったりとかもしたんですが、全く釣れずじまいだったので、今回はこちらのね投げ竿をいっぱい持ってきたので、こちらを投げ比べしてみようかなと思います。この前作ったキススペシャル AGS405DX プラスと、そのガイドを拝借したスカイキャスター27405に、27405と間違えて買っちゃった30385のスカイキャスター AGS の3本をメインに、あと振り出しのサーフリーダー、これはちょっとねリクエストがあったので振り出しのサーフリーダーと、あと去年よく使ってたスピンパワーのね投げ比べをしてみようかなと思います。投げ比べって言っても数字で比較できるのは飛距離ぐらいなもんなんで、こっからねちょっと投げてみて2投ぐらい投げて飛距離のね平均を出すぐらいしかできないと思いますが、あとは個人的な感想をね紹介していこうかなと思います。リールはね今回は12のフリーゲンしか持ってきてないので、12のフリーゲンを付け替えながら、重りは一番柔らかい、27405のスカイキャスターに合わせてっていうか、それよりもちょっと軽めの25号で統一で投げていきたいと思います。それではね実際に投げていきたいと思います。投げ方はあまり差の出ないってそのキャストミスのね差が少ないセーフティースローで、ほぼほぼまっすぐ置いて、ただただまっすぐ投げるだけにしたいと思います。全部5本全部この投げ方でね投げようと思います。ちょっと垂らしは竿ごとに変えるかもしれませんが、こんな感じで投げていきます。それではスピンパワーです。スピンパワー1投目、よいしょ。でちょっと着底を待ちますね。着底わかんねえな。で糸受け取って、ここスピンパワーの1投目が赤、青、黄色、緑、赤、黄色、緑、赤、青、黄色、緑、赤、6色ちょい、6色半ぐらいかな。とりあえず6色半ぐらいだと思います。ここだ。もう着底決行してて6色半がここだから 6.6 か7ぐらい、6.6 にしとこうか。ちょっとね潮が満ちてきそうで足場がなくなりそうなので1投ずつにします。ミスキャストした場合は投げ直しますが、1投ずつということでごめんなさい。スピンパワー、とりあえずねスピンパワーの 405BX、 こちらはねとりあえず 6.6 色でした。とりあえずねこちらの竿を基準にして他をねいろいろ比較していきたいと思います。それではね次サーフリーダーの 405BX
を投げたいと思います。やばいな、潮が満ちてきた。いきます。よいしょ。柔らかい。ちょっと着底を待って、やっぱり飛距離はちょっと落ちるね。で糸吹きを取ります。これが今 6.5 色のところでまだ糸吹きが出てるので、この辺 6.5 色から3、4回転したので、6.3 色ぐらいかな。7、8、9、10、6.3 色ぐらいです。ちょっとね、さっきのポイント、潮が満ちてきてね、足場がなくなってしまったので場所を移動しました。できるだけ平らな場所で、次はね、スカイキャスターの AGS を外してしまって LC ガイドになった27405です。投げます。細い。もうとりあえず持った感じがすごく細い。ちょっともう一回置き直していいかな。持った感じがすごく細いです。よいしょ。あ、やっぱ柔らかいわ。柔らかいけど飛距離出るんじゃないかな、意外と。ほら、多分もうちょっと出ると思うけど、若干フライ気味になっちゃってるんで糸吹きが多いかな。これが今 6.5。 あ、でもサーフリーダーよりもちょこっと飛距離出てるかなっていうぐらいかな。とりあえずこの LC ガイドの27405、27405でも 6.4 色ぐらい、6.34、4色ぐらいかな。6.4、6.4、6.3、じゃあ6.6、6.3、6.4 ぐらいかな。結構27号でも飛距離出るね。スカイキャスターの27405、とりあえず細いし柔らかいけど飛距離意外と出たんでいいかも。感度に関してはねちょっと分かんないけど、そこをね軽く引っ張ってみればいいんだけど、まあいいや。魚かけた時の感度の方がやっぱり分かりやすいんで、とりあえず27号でも6色、これ多分もうちょっと頑張れば7色、上手い人だったら8色、27号でもいけそうですね。次はね、スカイキャスターの30385、ガイドは AGS のままです。で、トップガイドだけ変わっちゃってるけど、影響はないと思います。それでは投げてみます。短い。やっぱね、短い。こうやって持ってみると。よっ。あ、でも飛距離はそんな出てないや。そんなに悪くなかったんだけどな、今。ちょっと投げ終わった場所から動いちゃうと変わっちゃうので、そのまま巻いてみます。糸吹きが少なそうだけどね。ここですね。6.5。6.5。今ちょうど 6.5 のラインがね巻き込まれたところ。割と飛距離全部変わらないな、そんなに。それではね、最後キズスペシャル AGS405DX プラスよいしょ。そんなに飛距離変わらないね。これ今7色のラインに入って、この辺、これが今 6.5、 今着底してます。 6.5 色。飛
飛距離的にはそんなに全部変わらないね。まあ25号の重りで同じ人間が同じように投げてるからかもしれないけど、とりあえずどの竿もそこまで思いっきり大差はない。 6.5 6.4、 やっぱ振り出しの5点ガイドが一番飛距離は出なかったのかなって言っても 0. 点何色っていう差なので、6色以上投げれれば実調としてはね、実調用としては十分じゃないかなと思うんですけど、最後にキススペシャルちょっと投げてみようかな、思いっきり。結構飛んだじゃん。これ糸吹け出てるけど、まあ風もね結構フォローですが、今日これも7色終わるもんね。7点じゃあ8色目のラインか。これ今 7.5 のラインだ。8色目の半分 7.5 色。あ、十分じゃん。 DX プラスでも飛距離十分出るわ。よかった。 BX、AX、3335使わなくても2728ぐらいでも全然飛距離出ますね。僕程度の人がね BX とか35とかね使ってもね、あまり飛距離変わらないんですよね正直。今年初めてのサーフなので、最後に記念にスピンパワー27号でね、ちょっとしっかり投げてみよう。よいしょ。はいかん、後ろにのけぞった。お、糸吹け出てるけど今着水で 8.5 色。これ8色しか巻いてなかったらツンってなってるよね。着水後にツンってなってるかもしれないけど、糸吹け取って、お、まだ8色のラインが来てない。ギリ8色だ。8色出し切り。やった。重りだけなら8色出し切りできました。わーい。まあ重りだけで、しかも今日ちょっとフォローだけど風がドーピングにドーピングで。でも去年よりは確実に飛距離伸びてると思うけどな。やった。スピード出るな。発砲つけなくても普通の出るなより浮き上がりやっぱり速いね。羽みたいになってる分浮き上がるのかな。普通のデルナよりも全然浮き上がり速い。とりあえず今回いろんな長さと硬さ、僕の手持ちの竿ですが、であと振り出しと波継ぎとやってみましたけど、結構そこそこ差がない。まあ差はあるけどそんな思ったほどべらぼう差がなかったんでね、ちょっと驚きましたけど、サーフリーダーとかもっと飛距離落ちるかなと思ったけど、全然6色投げれてれば実調においては全然問題なく使えると思うんで、これ 405BX ですけど、ただちょっとね太い。やっぱこう他のやつ触ってるとね、振り出しは若干太いかな。でも手がでかい人にはしっくりきていいかも。でこれ5点ガイドだから、なんで5点ガイドになったんだろうなと思ってたけど、多分3本4本2本3本って出す時に7点だと煩わしいっていう感じじゃないのかなと勝手に思ってるけど、まあいいや。とりあえず今回はね、いろいろ比較できて、個人的にもねいろいろ試せてよかったです。一応飛距離はやっぱりスピンパワーが一番飛距離は出てて、
でその下に30385かな。でキススペシャルも同じぐらいで、27405とサーフリーダーっていう順番でした。多分全力投球してもおそらくその順番は変わらないんじゃないかなと思います。僕が投げればね。他の人が投げるとまた全然違う結果になるかもしれませんが。で一応感想としてはキススペシャルの方がパツンパツンなね気がしました。なんだろう、張りがあるのかな。スピンパワーの方がちょっと投げやすかったかな。僕去年ずっと1年間振ってるんで投げやすくて当たり前かもしれないけど。でスピンパワーと割と30385がね近い感じで振れてる気がします。で短いから楽なんだろう、振るのがすごい楽でした。30385はいいね。30385飛距離が出るか心配だなと思って385悩んでるんだったら、意外と385選んでも大丈夫かもしれない。で30だけど硬く感じた。サーフリーダーの振り出しの 405BX よりもはるかに硬く感じました、僕は。で27405はさすがに柔らかいかな。サーフリーダーと同じぐらいの柔らかさな感じで振れました。ガイドの位置によってもね変わってくるとは思いますが、一応推奨場所っていうかね、ついてた場所にガイドはついてるし、足の高さもねもともとついてた AGS とそんなに変わらないので LC ガイドちょっと K がちっちゃくなるんで、その辺がどう影響するかだけど、27405もね飛距離も結構出て、で割と軽く振れて、で竿がね弾いてくれるっていうか、すごいしなやかに飛ばしてくれるんでね、27405はねすごい手軽な釣りっていうか、そこそこ飛距離も出て楽に使えて割といいかも。はい、ということでね、今回はこちらのね5本の投げ比較でした。もうかれこれね釣り場に来てから13時間以上経ってるんでさすがに疲れましたが、そうだ、今後とも東海釣り三昧をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。